こんにちは。ミルです。今日は雑談。小学校、中学校でね、いじめられていた話。どんないじめがあったのか。そして私の心を救ってくれた母の一言を今日は紹介したいと思います。まずね、小学校の時、1年生から4年生までほぼいじめられていました。それからね、中学校時代もいじめられていて、中学校時代の記憶はね、ほとんどないです。はい。そんな話をしたいと思うんですが、小学1年生から4年生ぐらいまでのいじめっていうのは、無視ですね。その前にね、すれ違う時に爪でね、腕をつねられました。そこから始まったんです。そうそうそう。つねるっていうのは、爪とか指先で皮膚をギュッてつまんだり、つまんでねじるです。多くはね、親指と人差し指でギューって皮膚をね、つまんで挟みます。それをね、爪でやられたんですよ。めちゃくちゃ痛かったんです。で、びっくりしたんですね。えっていきなりね、同じクラスの子とすれ違ったら、腕をね、こうギュッてつねられて、何って思って。で、私のことじーっと見てるんで、何って思ってね。で、私頭に来て、私もわざとその子の方に行って、すれ違ってつねり返しました。はい。お互いにね、それから血が出るほどつねり合って、いつからか、お互いにつねるのはやめるようになったんですよ。なんか面白いですよね。先生にも言わず、お母さんにも言わず、ただただつねり合う。で、今度はね、睨む。怖い目でその子の顔を見るっていうのをね、やられるようになったんです。睨まれるようになりました。で、まだね、気の強かった小さなミルちゃんは、睨み返してたんですよ。まだ負けない。はい。ここまではね、なんか、子供の喧嘩というか、ね、なんでいきなりつねられたかちょっとわからないんですが、つねられてつねり返して、睨まれて睨み返してっていうのをやっていたんですね。そしたらね、今度は、その子ね、つねってきた子 A ちゃんとしましょう。A ちゃんがね、グループを作ったんですよ。そして、グループ全員で私を無視するようになったんですね。集団無視をされるようになりました。でね、もうこうなったらお手上げですよね。昨日までおしゃべりしていた子たちにね、突然無視されるようになったんですよ。ねえねえって言っても、顔も見てくれないし、喋ってくれない。もうね、びっくりしました。何っていう感じで。そしたらある女の子にね、実は A ちゃんにみんなでミルちゃんを無視しようって言われたんだ。だからごめんねって言われたんですよ。そこで初めて泣きました。悲しくなりました。無視されるってね、本当に辛いことです。はい。で、それからもうあっという間にね、私はクラスでどんより暗い子になったわけですね。で、ある日、クラスの様子がおかしくなったんですよ。なんかね、私以外にも無視されている子がいるようになったんですね。で、後々分かったことなんですが、その A ちゃんが、今週は〇〇ちゃんを無視しようねってグループの子に伝えて、そのグループの子たち全員でね、その子を無視するっていうのを繰り返していたらしいんですよ。今週は B ちゃんを無視しよう。来週は C ちゃんを無視しよう。こんな感じですね。で、なぜかね、私への無視がね、終わって、そのグループトップのね、A ちゃんが、みるちゃん、来週 D ちゃん無視しようねって私に言ってきたんですよ。で、私はそれを無視して、D ちゃんと話すようにしていたんです。そしたらね、A ちゃん、グループトップの A ちゃんが激怒して、みんなに私をね、ずーっと無視するように指示したようで、みんなから私は無視されるっていうことになってしまいました。ちなみにね、D ちゃんも私を無視してました。悲しいですね。なんか無視って辛いから、D ちゃんとね、話してたら、D ちゃんも私を無視するようになったんですよ。で、そう、なんかね、そんなのが、1、2年生その同じクラスであって、で、3年生になるとクラス替えになるんですね。クラス替えをして、そのね、いじめっ子、A ちゃんとは違うクラスになって、ああ、よかったって思ったんですが、3、4年生もね、そのクラスもいじめがあったんですね。
これもね、なぜかやっぱり順番でいろんな子を無視するっていうのをやっていたんですね。なんなんでしょうね。そういうのがあったんですよ。で、私は、基本的に無視される側ですね。たまにね、話してくれる子もいたんですが、ほぼ無視される側。ただね、男の子とは話せてたんですよ。もうね、女の子ほとんど全員から無視されていて、で、たまにね、女の子喋ってくれる女の子いるんですけど、男の子はね、そういうのやってなくて、男の子とは普通に遊んだり喋ったりできてたんですね。で、そう、そのいじめのね、対象がコロコロ変わっていくんですが、そういう状況をね、私は先生に言う勇気もなくて、で、多分他の子も言ってないのか、言ったとしても先生がね、それには関与しなかったのか、特にね、先生からの指導っていうのはなかったんですね。で、そう、3、4年生もそういうのが続いていました。だからね、なんか楽しい思い出がないんですよ。1、2、3、4年生。唯一あるとしたら、違うクラスに好きな子がいた。もうね、これだけが楽しみでした。で、ある時ね、校外学習、遠足があったんですね。で、給食を食べるとき、毎日給食が出るじゃないですか。給食の時は、学校のね、クラスの中の決まった席で食べるので、特に問題ないんですが、遠足の時だけはね、好きな友達と一緒に食べていいんです。お弁当を。で、私食べる人がいなかったんですよ。みんなね、女の子に無視されてたので。でね、それが本当に辛くて、もうどうしよう、食べる人がいないって思ってね、朝遠足行く前、クラスのね、席にみんなで座ってるじゃないですか。その時にね、ポロって涙が出たんですよ。一緒にお弁当食べる人がいないってね、寂しくて。そしたら、男の子がね、ねえねえ、ミル一緒にお弁当食べようよって言ってくれたんですよ。多分ね、男の子たち分かってたんでしょうね、ミル、私がね、いじめられてる、無視されてること。だけどね、男の子に助けてもらうと、絶対またいじめられるって思って、だから、ありがとう、大丈夫って言って断っちゃったんですね。でもやっぱりどうしようどうしようってすごく悲しくて、そしたらね、多分、他のクラスの子だったのかな、ちょっとね、わかんないんですけど、確かね、2、3人ぐらい一緒に食べようって言ってくれた子がいて、なんとかお弁当を一人で食べないでね、済んだっていうのだけは覚えているんですが、あの時ね、すごく悲しかったです。で、5年生になってまたクラス替えになって、5、6年生はね、本当に楽しかったです。もうね、いじめとか一切なくなって、先生もね、すごくね、全員をよく見てくれる先生だったんですね。もう本当に楽しい2年間を過ごして、卒業式はね、もうボロボロ泣くほど、みんなとお別れしたくないっていうほどね、本当に楽しい2年間を過ごすことができました。で、中学生。中学生はね、その5、6年生の時のクラスメイト、仲良かったクラスメイトがみんなね、違う中学校行っちゃったんですよ。なんでまた私はね、一人っていうところから始まったんですが、中学校1年生の最初はね、数人とお友達話せる子ができて、楽しく過ごしていたんですね。で、その時にね、ほら、中学校っていろんな小学校から来るじゃないですか。だから、初めましての子が多いんですよね。それでね、かっこいい男の子がいたんですよ。ちょっとね、かっこいい男の子がいて、仲良くなった女の子数人とね、ねえねえ、あの人かっこいいよねーって言ってたんですね。で、私もその女の子もその子がかっこいいって言っていて。で、ある日、その男の子が、ちょっとね、私のことが気になる、みたいなことを言っていたそうなんですね。なんか、みるちゃんが可愛いみたいな。で、友達とね、うっそーとか、キャーって言ってね、盛り上がっていたんですよ。じゃあまた明日ねーって言って、バイバーイって言って、次の日、朝投稿しますよね。それで、その女の子にね、おはようって言って言ったら、その子がね、私のことをすごい睨んでるんですよ。どうしたんだろうって思って、どうしたのって言ったら、お前来んなよっていきなり言われたんですね。で、って思って、多分ね、って言ったんだと思うんですよね。で、その子が階段のちょっと上の方にいたんですね。で、私もね、学校入るから階段登っていったらね、その女の子に私階段から突き落とされたんですよ。お前マジ来んなとか言って。ひどくないですか？
後からね、理由聞いたら、一緒にね、何々くんがかっこいいって言っていた、何々くんが私のことを気になるって言っていた。そのことを聞いて、私に怒ったんですよ。なんでって感じじゃないですか。もう怖い。本当に怖い。それでもうその子たちとは話さなくなったんですね。で、違うこと話すようになったんです、私ね。それで、中学生ぐらいって、今はね、やってるかわかんないんですが、授業中、先生が黒板にね、何かを書いているときに、生徒たちでね、こう、紙になんかお手紙書いて、紙をギュッて丸めて、こう投げる。投げてその手紙を渡すっていうのをやってたんですよ。で、友達からね、その仲良くなった子から紙が回ってきて、その紙を開けたんですよ。そしたらね、お前の横顔気持ち悪いって書いてあったんですよ。ひどくないですか？今だからね、こうやって笑えますけど、で、えって思って、その子の顔をちらって見たんですよ。そしたらその子ね、もうね、今でも鮮明に覚えてるんですけど、すっごい嬉しそうな顔で、ヒヒヒヒみたいな顔でね、笑ってたんですよ。私ね、もうそれ、ほんとね、今もね、あの顔、ほんとによく覚えてるんですけど、怖い顔でした。もうね、ほんとに怖い。なんなんでしょうね。そう、そんなことがあって、小学校からね、こう、今まで仲良くしていた子に急に無視されたり、急になんかこう態度が変わって階段から落とされるとか、急になんか悪口を言われるっていうのを経験してね、なんか人が信じられなくなったんですね。そう、でもね、その手紙をもらってからの記憶がね、ないんですよ。中学校1年生の最初の頃だったと思うんですが、もうね、そっから中学生活の記憶がほとんどないですね。あるのはクラブ活動。クラブ活動はその子たちとは違うクラブに入っていて、で、先輩がすごく仲良くしてくれたんですね。なので、すごく楽しかった。あとは、修学旅行。これはね、中学校3年生だったと思うんですが、修学旅行の時もなんかね、グループ行動をしたんですよ。で、くじ引きでグループを決めたのかな。多分楽しく終えて帰ってきたような気がします。本当にね、これしか記憶がないんですね。どんな3年間を過ごしていたのか、まあ思い出したくないぐらいで記憶をね、封印しちゃったのかもしれないんですが、そう、なんかね、そんな小学校、中学校時代を過ごしてきました。で、私をね、救ってくれた母の一言っていうのを紹介したいんですが、ある時勇気を出して母に言ったんですね。ねえねえ、いじめられてるんだって。そしたら母が、えとか言って、なんかね、私がリビングにいて、母がキッチンに行って、ちょっと背中を向けてね、お母さんの顔を見ながら話すのが怖くてちょっとこう背中向けて、下向きながらね、いじめられてるんだって言ったら、お母さんが、ってなんかすごい明るい声で、って言ったんですよ。で、って思って振り返ったら、なんかね、パンかなんかかじりながら、いいじゃないって言ったんですよ。なんか、いいじゃない。見るは見るなんだから。ってパンをね、かじりながら言ったんですよ。で、私、それでね、なんかその言葉と、なんかその表情と言い方と、その言葉を聞いて、なんかね、私の周りにお花が咲いたんですよね。もしこれでね、そうなのって多分すごく心配されたり、なんでなんでとかいろいろなんか言われたら多分、まあでもちょっとわかんないですけど、とにかくね、私は私でいいのか。私だからこのままでいいのかってすごく嬉しくなったんですね。で、そう、それがね、こう私の心をすごく救ってくれたんですね。で、これをね、大人になって母に言ったんですよ。小さい頃いじめられていて、それね、お母さんに言ったら、いいじゃない、見るは見るなんだから、ってなんかパンかじりながら言ってたよねって。で、あれですごい助けられたんだよねっていう話をしたんですよ。そしたら、ごめんねってすごい謝ったんですね、母が私に。もっといい言葉とかかけてあげられたらよかったのにごめんねって言われて、
でもね、その時は私全然、って思って、むしろね、なんかああやって言ってくれて、私は本当お花が咲いたんだよって言って。そう、なんかね、多分人によってとか、なんか、なんて言うんでしょうね。かけてもらって嬉しい言葉って違うのかもしれないんですが、私は、え、見るは見るなんだからいいじゃないっていう言葉がすごい嬉しかったんです。だからね、今でも、あ、私は私なんだからっていう言葉がね、すごくお守りになっています。はい。ということで、今日は雑談、私のね、受けていたいじめの話と私の心を救ってくれた母の一言を紹介しました。じゃあ、バイバイ。